はい、皆さん、こんにちは。マーケット代表の小菅です。今回、2017年1月のコモディティマーケット展望についてお話ししたいと思います。前回は天然ゴムを取り上げなかったんですけど、今回、お客様の方からぜひ天然ゴムを取り上げてほしいという声がありましたので、まず天然ゴムの方から見ていきたいと思います。こちらは東京天然ゴムの、冷やし過去1年分の値段の動きです。こちら見てもらうと分かる通り、1月から9月というのは大体がレンジ相場でした。1kg 大体150円アラウンドで、レンジ相場が続いて、例外があったのが、今年のちょうど3、4、ここ何があったかというと、東南アジアでエルニーニョ現象が発生した影響で、干ばつ気味の天候になって天然ゴムが取れなくなった。というがありましたけど、結局、マクロな需給緩和環境は変わらないということで、レンジ相場に戻っていましたが、それが9月下旬から突如、かなり大きく高騰しているという状況になります。これがもう少しマクロ環境で見た天然ゴムの値段の動きです。大体過去10年分ですか、値段の動きを取り上げてみました。大きい流れで見てみますと、大体2004年、5年ぐらいから2010年、11年、これらにかけて天然ゴムは上昇トレンドを形成していました。需要が拡大するのに対して供給が追いつかないということで、値段を上げてどんどん増産を促そう、こういった力が働きました。これはリーマンショックの時ですけど、これ例外としてみると、大体ピークは2010年後半から2011年頭見ていいと思います。一方、その後ですけど、天然ゴムは大体6年ぐらいの長期ダウントレンドに展開しています。でちょうどこの頃ですと、中国経済の減速が始まったのと、2004年ぐらいから作付けが始まって天然ゴムの収穫が始まったということで、逆に供給過剰が意識されるようになって、かなり地合いが一変したというのが大きくわかると思います。でこの調整、どれぐらい続くのかというのをずっとこれまで見てきたんですけど、今年6年目でなかなか終わらないなと言っていたんですが、年末にかけて突如急騰した、こういった状況にあります。でなぜこういった天然ゴムの突然の急騰が始まったかなんですけど、私は原因はやっぱり上海ゴムかなと思っています。で上海ゴムに関しても、今年の前半ですと、大体1トン、最後1トンなんですけど、大体1万円でかろうじてこういった相場展開が続いていました。若干例外だったのが、東京ゴムと同じように、春先のエルニーニョ現象が発生した。その後でもやっぱり1万円絡みの展開が続いていましたが、9月下旬から突如、上海ゴムが高騰した。こういった状況が、東京ゴムの方にもすごい大きな刺激を与えているのかなと思っています。なぜ上海ゴムを静岡かというと、他の中国マーケットを見るとよくわかります。こちら、大連の鉄鉱石先物相場ですけど、これも上海ゴムと同じように、今年の9月から10月かけて急騰しています。鉄鉱石に関しては、今年の4月、5月にも一度大きい高騰相場があって、ちょっとバブルだなという結構問題になったんですけど、その後何度か下げて投機が入って下げて繰り返していましたけど、それが特に9月下旬から上昇ペースが加速している、こういった状況にあります。鉄鉱石以外はどうかというと、こちらが石炭相場。これも中国市場の動向で見る重要な指標になるんですけど、こちらも同じように9月下旬から突如している。この辺ちょっとロールオーバーだったんで値段下がってますけど、年次としてはかなり大きく上がったというのが確認できると思います。なぜこの上海相場、急に高騰したのかですけど、原因の一つは人民元相場かなと思っています。人民元相場、これ上が人民元安、下が人民元高ですけど、今年の9月下旬から突如急落しています。アメリカの方が利上げ始まるというのもありましたし、特に大統領選後ですと、アメリカの金利上がったので、中国の資本の引き上げが急速に加速して、人民元相場が下落した。人民元相場が下落しますと、当然通貨安なんで実物資産の売りメリットとかになりますので、それがおそらくこういった見た、石炭、鉄鉱石、天然ゴム、すべてのコモディティ相場に投資マネーの流入を促しているのが現状かなというふうに思います。で、この辺まとめますと、今年9月から12月、天然ゴム相場高騰してますけど、牽引役は上海ゴムだろうと思っております。で、普通天然ゴムですとやっぱり需給動向を分析したいんですけど、残念ながら現在のマーケット環境では需給動向というのはあまり関心が持たれていません。産地の集荷量ですとか、在庫環境、
いろいろ指標はあるんですけど、あまりこの辺注目すると、相場のトレンドを見誤っちゃうのかなと思います。で、9月末以降は全ての中国コモディティが上昇している。中華マネーの投機会、指定戦が行われている。こういった理解でいいと思います。なぜ上海ゴムが高騰しているのかですけど、先ほど言ったのが一つが人民元相場の下落。通貨安なんで、中国の人から見てみると、人民元を持っているとどんどん購買力がなくなってしまう。そのために、安全のヘッジとして実物資産を持っておこう。特に投機ファンドがこういった動きを強めました。もう一つが、これ、利財商品経営の投機マネーの状況って書きましたけど、中国においては、場外廃止というシステムがあるんですけど、一種の信用取引のための、これで投機筋にお金の方を供給して、その投機筋がまたどんどん運用してお金を増やしていく。こういった流れが起きています。これ2015年の春先にも中国株で一旦急騰があって、その場外廃止の規制で急落というパターンがあったんですけど、今これと同じようなパターン、なかなか規制がうまくいかないで、コモディティの上昇続いてますけど、場外廃止、理財商品の一種でお金がどんどん流れ込んでいる。あともう一つ、これもちょっと残念な解説なんですけど、単純な投機上がるから買う。相場が上昇してるんで、もともと中国の上海市場ってかなり投機色が強いマーケットだったんです。特に上がってるから、もう何も理由なく買っていると。昔ですと、上海ゴムが高騰しても結構無視できたんですけど、最近の傾向として、東京市場の流動性、若干落ち込んでますので、昔でしたら、無視できた上海の投機の動きを、最近はちょっと無視できなくなった。この辺が、そうですね、上海相場の方に主導権が今いってる原因かなというふうに思ってます。どんどん投機マネーが供給されて、しかもそのタイミングで人民元安が進んだので、実物資産に対する関心が高まった。それでどんどん上がっていくから、投機買いが入っている。こういった3段階構成で見ていくと分かりやすいかなと思います。じゃあこれから1月の天然ゴム相場はどう考えればいいかなんですけど、先ほど申しましたように、需給無視の相場、あまり詳細な需給分析というのが必要とされていないマーケットなんで、あまり値頃感とか割高割安、こういった議論をするとちょっと危ないかなというふうに思ってます。もともと200円台とかでもかなり投機色が強くて、供給不安が起きてないのがおかしいという議論がずっとあったんですけど、現実問題として、そういった需給要因でブレーキがかかりませんので、あまりこの辺の需給相場、需給動向にはそんなに傾斜しない方がいいのかなというふうに思ってます。また、需給分析有効な時間帯というのが必ず訪れますので、その時までは、需給と関係ない相場、割り切りが必要かなというふうに思います。で、こういった相場関係のものですから、明確な売買指標は存在しないため、トレンドが今、高値更新なのか、それとも安値更新なのか、上に行ってるのか、下に行ってるのか、これだけを見ていく、比較的もう単純な考え方の方がいいと思ってます。これ逆張りすると、結構リスクとリターンのバランス崩れますので、トレンドフォローして、もう失敗したらもうすぐ諦める。うまくいったらどんどん利益を拡大していく。こういった割り切りが必要なマーケットかなというふうに思います。で数少ない指標が、先ほど言ったように人民元相場の動向。今、アメリカの金利上がってドル高で、人民元相場急落してますけど、もしこの流れが逆転すると、コモディティにお金を留めておく必要が低下しますので、流れが逆転する可能性があります。で最近の傾向として、中国の金融当局も、人民元相場安、ちょっと危ないなということで、規制かなり強めてますので、この辺が有効に機能してくると、人民元相場の反発、中国コミュニティ、天然ゴムに限らず、すべてが下落するというパターンを想定しておく必要があるのかなというふうに思います。最近の中国の規制なんですけど、例えば、外為の管理当局ですと、外国の送金の上限額、これまで5000万ドルだったので500万ドルに引き下げる。あと、金でちょっとお話しますけど、銀行の金の輸入の割当量を減らして、外貨の流出を阻止する。こういった政策も導入されてますので、この辺がうまく機能してくると、流れが変わってくる可能性があります。何度も言いますように、需給無視の高騰相場なんで、調整が本格した場合には結構大きい下落が始まる可能性があります。先ほど最初の方で出てきましたけど、こ
れだけの高騰相場なもんですから、しかもこれ、需給の裏付けは必ずしもないものですから、例えばこれでどんどん増産が始まってくるとか、そういった動きがあると、ちょっとおかしいなということで、急落するかも。こちらの高騰相場っていうのはずっと需給要因で上がってきたんですけど、今これ、需給と関係なく上がっているので、長期的な視点で見ると、価格が上がって需要が抑えられちゃうし、供給も増えやすいということで、ちょっと危険な動きかなというふうに思います。ですから、トレンドフォローで対応しつつも、ちょっとおかしい値段の動きだなということは、認識しておくことが必要かなというふうに思います。以上、天然ゴム相場でした。違いましたね。大丈夫です。停止で。はい。はい、じゃあ次、金相場の方を見てみたいと思います。こちらがコメックス金先物相場、1年分の値段の動きです。先月も解説しましたように、今年前半は、なかなか利上げ進まないんじゃないかという感じで上がっていましたけど、8月ぐらいからちょっと利上げ年内いけるんじゃないかと下がり始めて、大統領選後にアメリカの金利上昇ドル高が加速したので、今下落ペースが加速している、こういった相場環境にあります。1、2、3、3段階で見てみると分かりやすいかなというふうに思います。こちらが円建ての特務の金相場ですけど、普段この第2フェーズですと、ドル建てと同じように下落してましたけど、米大統領選後に関しては、ちょっとボックス気味の展開になっているというのが現状です。これ結局、ドル建て相場下げてますけど、もう同じように円安が進んでますので、海外要因で下げて、為替要因で上げる、このパワーバランスが拮抗しているというのが、今値段の動きです。大統領選からちょうど先週末、12月16日までの騰落率見てみると、ドル建ての金相場10.8% 下落しています。一方、ドル円の方は大体 12.2% の円安。若干数字異なってますけど、大体10割強、10% 強の変動があったので、そのパワーバランスが今拮抗している状況、こういった状況になっています。で、12月の金相場を押し下げたもの、理由は前回と同じなんですけど、一つがアメリカの長期金利上昇。なかなかずっと大統領選からトランプさんがどんどん財政拡張政策するんじゃないか、インフレ進めるんじゃないかということで、アメリカの金利が今どんどん上昇している、こういった状況にあります。ずっと利上げ観測で上がってましたけど、大統領選後に加速して、実際に利上げを行った後もさらに上がっている、こういった流れにあります。これがドルインデックス、ドルの主要通貨に対する値段の動きで、上がドル高、下がドル安です。これも見てみます。大体金の値段の動きと裏側の展開になってまして、今年上期の方ですと、アメリカの利上げが進まないということで、ドル安になってましたけど、だんだん年内利上げ観測出てきたところで、ドル高に転じて、大統領選後に特に上昇ペースが加速している。これが最近の金相場の下げの原動力。で、こういった金相場の考え方なんですけど、基本的には、先月取り上げたのと同じ考え方です。アメリカの方でトランプ米大統領誕生して、財政拡張政策やるんじゃないか。この辺まだ証拠何もないんですけど、もうおそらくやってくるんだろうという観測で、マーケットは今動いている状況です。財政拡張をどんどん進めるんでしたら、当然景気の上振れはありますし、インフレ環境に関しても上振れがある。景気拡大とインフレが更新するんでしたら、マーケット環境としては株高金利上昇。通貨環境としてはドルが買って、代わりに金を持っておく必要がありますので、金を持っておく。特に金利上昇すると、金なかなか保有していると、デメリットも目立ちますので、ドルを持っておいて、普通に金利だけでリターンを狙おうという最低が働きやすくなります。で、前回のセミナーでは、この流れが続くかどうかが12月のポイントと言ってましたけど、結果的に今振り返ってみると、なかなか流れは変わらないで、いまだにドル相場高、金相場、逆でしたね、ドル相場高、金相場安が継続中という状況にあります。一方、先週の12月13から14、アメリカの連邦公開市場委員会が行われましたけど、その後、これでマーケットとしては、もしかしたらこれで材料で尽くしという可能性も想定していたんですけど、実際にはむしろこれによってアメリカの金利上昇とドル高が加速している、こういった状況にあります。で、ここ利上げそのものは大体想定通りだったんですけど、2017年の金利軌道、
当局者の見通しが市場コンセンサスと比べてかなり高派の方向に傾いていたので、その辺がサプライズ、ドルにとってはポジティブサプライズ、金にとってはネガティブサプライズと受け止められて、ドル高と金相場安加速している状況にあります。それをまとめましたのはこちらですね。アメリカ大統領選後の相場ロジックが加速した。加速したというか、追認したでもいいと思うんですけど、これまで思惑で動いていたのが、当局者によって支持された。なかなか相場ロジックが変わらないというのが、12月の相場展開。今後の展開の考え方なんですけど、12月と同様に、アメリカの金利上昇とドル高がどこになったら変化するのか。これ、結局、財政拡張を織り込んでマーケット動いてますけど、実際に景気上振りするのかとか、本当に財政の拡張政策を行われるのか、でも思惑先行なものですから、この辺もしかしたら流れが変わると、金相場がピークアウトしますし、逆に関係ないと、ずっとトランプ次期政権の政策の先取りを進めるんでしたら、アメリカの金利上昇ドル高で金相場が下落する。11月、12月のパターンが1月も持ち越されるというパターンになります。で、何か指標ないかというと、私は注目するのは株価動向かなと思ってます。というのも、基本的にドル高のネガティブな影響を見るんですが、経済指標なんですけど、実際に経済指標1月中のにドル高のネガティブ効果が反映されるかというと、ちょっと疑問視しています。2014年から15年にかけての、ドルの中心局面でも、やっぱり数ヶ月、3ヶ月とか4ヶ月、これぐらいの時間が必要だと思うんですが、もし経済指標にドル高とか金利上昇のネガティブな影響が現れるとしたら、早くて今年の春先、普通に言うと、もしかしたら夏場ぐらいになるかもしれない。そうすると、ブレーキ役何やるかというと、先行指標として株価動向に注目していくといいかなという。実際、最近の株式市場、12月の中旬ですけど、ダウずっと高値更新続いてましたけど、FOMC 後、ちょっと金利上昇、ドル高行き過ぎじゃないかということで、2万ドルの節目を前に足踏み状態ついてますので、この辺がメインテーマになってくると、流れが変わってくる可能性があります。シナリオとしては、だから2つご用意しておきました。1つが、アメリカの金利上昇、ドル高がもう実体経済の許容ラインを超えていると。こんな、実体経済と乖離した金利上昇、ドル高が進むんだったら、企業業績もきついし、実体経済もきつい。そうすると、まず株安が始まって、金利低下ドル安で、こういったとか、流れが逆転ですね、これすいません。流れが逆転する可能性があります。特に単純に株価が下落すると、リスクオフでも金の方にお金流れやすくなりますので、この流れが、すみません、これ逆転です。逆転する可能性があります。もう一つが、このまま今の相場環境が維持されるパターン。アメリカの株高がどんどん続いて、金利上昇ドル高だけど、政策期待だけでどんどんいけるんでしたら、今の流れが持ち越されますので、すみません、また5時ですね、ドル相場高、金相場安の流れを維持。こういったパターンも考えられます。で、1月、特にやっぱり去年というか今年ですね、2016年の年初を見ても、年初で試合急に変わったことありますので、私は簡単に変わらないと思ってますけど、もし変わるとしたら、やっぱり年初のタイミング、比較的大きいチャンスになりますので、その辺で株価動向のどういった動きをするのか、ぜひ注目してもらうと分かりやすいかなと思います。もう一つ論点なんですけど、現物市場の動向なんですけど、普通金相場急落すると、現物市場からのサポートが得られて、下げ止まるというパターンなんですけど、最近に関してはなかなか中国の方が現物需要を拡大しないもんですから、こういったサポート効果が期待しづらい時間帯です。中国に関しても、価格が低下してるんで、当然、現物需要というのは拡大してるんですけど、今、中国の場合ですと、金っていうのを輸入が自由化されてなくて、各銀行に割り当てが振られます。これが今、人民元安の規制で、ちょっと割り振り量を減らす方向に動いてますので、現物需要を拡大しても輸入は増えない。そうすると、中国国内の需給引き締まっても、国際需給は引き締まらない。そうすると何が起きるかというと、普通でしたら価格低下で需要拡大で、現物相場主導で相場上がるんですけど、今起きているのは、国際需給には関係ない。動いているのは中国の金価格のプレミアムだけだと。
こういった状況にあります。で、12月19日時点の人民元相場のドル建て換算すると、大体1175ドル、1オンス1175ドル。大体ドル建ての相場に対して30ドルぐらいのプレミアムが加算された状況にあります。少し前ですと、大体2ドルから3ドルぐらいのプレミアムで、そんなに国際相場と中国市場の買いなかったんですけど、ここ1ヶ月ぐらいですか、かなり30ドルという大きいプレミアムがかかってますので、なかなか現物市場からのサポートが想定しづらいのかなというふうに。特にインドはもともと金の輸入規制やってますので、経常赤字対策。それで、中国もさらに規制してしまうと、なかなか現物市場主導での反発というのはきついのかなというふうに思います。これ、残念ながらデータが公開されていないので、実際にどれぐらいの輸入規制やってるのかとか全くわからないんですけど、プレミアムを見る限りですと、やっぱりちょっと輸入できてないのかなと。需要に対して輸入拡大が追いついてない、そういった状況がよく見えると思います。ですからやっぱり、アメリカの金利上昇とドル高の持続力、11月、12月の流れが続くかどうか、この辺に注目していくのが基本かなというふうに思います。今のが大体相場の展開なんですけど、今回 FOMC についても少し取り上げてみたいと思います。FOMC ですけど、0.25% の追加利上げ。約1年ぶり、ちょうど1年ぶりに利上げがありましたけど、この時点ではサプライズはなしと。声明文を見てみても、大体緩やかな景気拡大が続く。雇用環境も大丈夫でしょう。で、あまりサプライズはなかったです。このパターンですと、場合によってはやっぱりこうやって材料で尽くし、当面の利上げで、次の利上げしばらく先だったら、一旦はポジション解消という流れもあったんですけど、サプライズがあったのはこちら、当局者の経済予想。これ FOMC の発表文からちょっと思うんですけど、当局者、FOMC の関係者が、どういった経済環境と、どういった金利軌道を予想しているのかを、これ一覧にしたものです。上から GDP 失業率、PC インフレ、個人消費のコアインフレ、エネルギーと食品を除いたインフレ率、あと FF 金利予想。マーケットが注目したのは、この FF 金利予想の部分です。これ、下が、今年の9月の予想、上が直近の12月の予想です。2016年の金利予想については 0.6、0.6 で、9月と今回変わりませんけど、大きく変わったのが2017年の分。9月時点ですと 1.1% の予想だったのが、今回 1.4% に引き上げられている。これ、何を意味するかというと、9月時点では2017年でプラス 0.5% の予想。で、直近では 0.8% の予想。この違いが、今、ドル高、金相場安を促している原動力になっています。1回の利上げを 0.25% と計算すると、0.5%、1年間で 0.5% の利上げというのは2回の利上げを意味します。対して今、0.8% ですと3.2回。そうすると、これまで2017年に通じて2回の利上げだと思っていたのが、当局者のそのコンセンサスが3回、場合によってはもうちょっと増えるかもしれない。ここまで変わってきますので、この辺に反応したというのが12月の相場展開です。これ、左側いわゆるドットチャートという、細かく、皆さんどこを予想してますかと言って、私はここです、私はここですとやったやつですけど、大体水準が大きく切り上がっています。これ CME のフェドワッチっていう FF 金利の先物市場からどういう金利軌道が予想されているのかを私がちょっと一覧にしたものですけど、だいたいマーケットにもコンセンサスとしては2、3、5、この辺はおそらく利上げないだろう。6月、ここになるともう50%以上の確率で利上げを織り込む。今のところ遅くても6月に利上げが始まって、年3回だとあと9月ぐらいにもう1回、場合によっては12月。この辺の今金利軌道が、こういう金利軌道が予想されているという状況です。右側のはこれ、ドットチャートを具体的な数字で比較したものですけど、9月時点ですと1%から 1.25% が一番最頻値。ここに中心圏があったのが、今 1.25% から 1.5%。だいたい 0.25% 水準が切り上がった。これが1回分の利上げということです。上限あたりだとあんまり移動してなくて、むしろちょっと減ったりもしてるんですけど、着実に大体3回ぐらい利上げができる環境を織り込み始めているという、こういった状況なのがよくわかる。
なというふうに思います。で、12月の FOMC なんですけど、政策の発表と、こういった経済層の他に、イエレン FRB 議長の記者会見が行われています。でこれ、結構今回注目だったと思うんですけど、なぜ、こういった金利軌道が上がったのかですけど、イエレン FRB 議長が言うには、見通しに財政政策が変化するか、この想定を反映させた。つまり、トランプ次期政権がおそらくは財政拡張であるんだろうと。それだったら、金利はもっと上げてもいいんじゃないのと。あくまでも参加者の数に微調整と言ってるんですけど、こういった見方を示しています。でこれ、何を意味するかというと、これまでの11月、12月の頭、財政拡張やれよやれよと織り込んでましたけど、実際それで金融政策が変わるのかどうかっていうのは結構疑問だったんですけど、イエレン FRB 議長が言うには、少なくとも今のところですと、それ反映させている、当局者が増えてますよと。結局11月から12月頭の相場展開を追認した形になっています。で、利上げ判断、他については、経済の進展に対する自信の表れ。経済、本当にいいの悪いのって結構議論あったんですけど、イエレンさんって結構慎重な言葉をずっと出していたんですけど、今回は経済の進展に対する自信の表れ、経済ちゃんといけるよと、かなり強気の見方を示しています。ただ、注意したいのは、不確実性がある。結局こういったのは全部マーケット環境を反映しているものですから、本当にこういった動き進むのかどうかわかんないし、マーケット環境変わってきたら、当然当局者の予想も変わってくる。流れとしては現状通にしてるけど、不確実性、この辺もしてるという指摘しているという状況になります。これからまた金相場、来年も2017年もアメリカの金融政策すごい重要だと思いますので、こういった点、FOMC どういった議論があったのか、ぜひ確認してもらうと、来年1月の相場というふうに思います。以上、金相場でした。はい、じゃあ次には、プラチナ相場、金相場について見てみたいと思います。これがナイメックスのプラチナ先物相場1年分ですけど、大体ドル建てに関しては、金相場と基本的な動きは一緒です。今年前半はアメリカの金利上昇なかなか進まない、利上げが進まないという観測で、金とに上昇しましたが、利上げ観測から、年内利上げ観測から、まず8月前後から下落して、大統領選後、特にアメリカの金利上昇とドル高が発生しているので、もう一段階下げているという状況です。で、これドル建ての方は大体金と同じ動きなんで、マーケットもあまり関心払ってないんですけど、円建てで見ると比較的大きい違いがあります。先ほど見ましたように、円建ての金っていうのは大統領選後、ボックスですけど、プラチナに関しては、ドル建て下がっているにもかかわらず、上昇している、こういった状況にあります。上げ幅としてはそんなに大きくないんですけど、結局、金相場の場合ですと、ドル建ての下げと円安を受けての買い、このパワーバランスが拮抗してるんですけど、プラチナに関しては、ドル建ての下げ幅が相対的に小さいものですから、ドル建ての下げに対して円安の上げがちょっと大きくなっていて、その結果として円建てのところもプラチナ相場で上昇しています。で、大統領選後の値動き見てみますと、ドル建てのプラチナ7.4%、下落してます。大統領選後で。一方、ドル円が、先ほど見ましたように、12.2% の円安。大体5%までいかないです。5%近くまで、円安の方が大きくなってますので、その分を反映しているというのが、この辺の相場展開。ドル建ての急落に対して円建ての上昇で、ちょっとバランスが取れてないね。っています。でこれがプラチナの ETF の投資なんだか、なんで金に対してプラチナが相対的に下げ渋ってるのか、私は一つの原因が、このプラチナの投資需要かなというふうに思っています。大体、去年の場合ですと、大体1000ドル割ると、投資需要結構増えたんですけど、今年に関しては900ドル前後から明らかに投資需要増えてますので、現物の投資需要、この辺が金に比べてプラチナが底堅い原因の一つかなというふうに思っています。1月のプラチナ相場なんですけど、ドル建てに関しては基調はほぼ金相場と一緒です。
アメリカの金利上昇とドル高、どこまで続くのかで、指標が株価になるということをお話ししましたけど、プラチナに関しても同じような見方で結構かなというふうに思っています。じゃあ、そこでちょっと注目したいのが、先ほど言いましたように、プラチナ相場が金相場に対してsupportが高いんですけど、理由、先ほど言いましたように現物投資需要。やはり900ドルラインが現物投資需要のラインになっているようなので、この辺が金と比べて底堅いように。900割ってもなかなか値崩れが起きない。ETF の場合ですと、金、ほぼ一貫して売られてるんですけど、プラチナの ETF は明らかに買われてますので、この違いが、ドル建ての金相場の記録に対して、プラチナが相対的に下げ絞っていて、円建てに関しては上昇してしまっている。もう一つが、パラジウム相場の急騰が一服していること。アメリカの大統領選後、リスクオンの時代の中で、プラチナ相場急落に対してパラジウム、急騰していたんですけど、今月に入ってからパラジウムの相場、上昇してます。そうすると、これまでパラジウム買い、プラチナ売りという最低が結構有効に機能したんですけど、これが今機能しなくなっているので、パラジウムを売って、代わりにプラチナ買い戻す。この辺も、プラチナ相場が相対的に下げ絞っている一因かなというふうに思います。もう一つ、あと、ここに書かなかったんですけど、南アフリカ通貨ランド。大統領選後、ランド相場結構急落したんですけど、12月に入ってから、他の通貨と比べると、ランド安でちょっとペースが鈍化しています。で、先月のセミナーでちょっと取り上げたんですけど、南アフリカの方ですと、格下げ問題というのがあったんですけど、結果的に格下げ見送られましたので、格下げで南アフリカから投機マネーがどんどん流出して、経済危機に陥る、こういった最悪のシナリオが回避されたんで、ちょっと安心感があっても、南アフリカ通貨なかなか下げない状況です。こういった、南アフリカ通貨要因とパラジウム相場の急騰、現物投資需要、この辺の3つの要因から、金相場と比較すると、プラチナ相場が下げ絞っているといった状況にあります。で中長期的なトレンドで見てみると、金とプラチナっていうのを一致する傾向があるので、現状の金の円建てで、金の横ばいに対してプラチナの上昇と私は一時的な要因かと思っています。ただ、この辺の要因解消されるまでは、金と比べてプラチナ、底堅い展開が続きやすいので、相場展開としては、もし売りの方でしたらやっぱり金相場の方を選ぶべきですし、買い流れが反転するんで、ドル建ての相場もどんどん上昇していく、そういった見通しでしたら、プラチナの方に優位性があるのかなと。ドル建てははっきり言ってほとんど同じ動きなんで、同じというか、トレンドの方向性は同じなんで、あまり協約バランスの違いっていうのはなってないんですけど、円建てに関しては大きい違いが出てきますので、どちらの方を売りにするのか買いにするのかで、プラチナの方が今、ちょっと地合いが悪いよ、いいよ。金相場の方が地合いが悪いよ。この辺を前提に理解に応じて、どちらの方でポジションを持つ。多分若干優位性が異なると思いますので、こういったなんでプラチナが相対的に底堅いのという視点をぜひ注目してもらいたいと思います。金 ETF の投資残高とパラジウム相場の動向、南アフリカ通貨ランドの相場、この辺の動向と合わせてみてもらうと、金とプラチナ、どっちを買ってどっちを売ったらいいのか、違いがよくわかるので、こういった3指標、ぜひ注目してもらえたらいいかなと思います。以上、プラチナ相場でした。はい。で、最後に原油相場を見てみたいと思います。内メックス原油先物相場の過去1年分の値段の動きです。今年後半の方を見てみますと、OPEC は政策調整いくんじゃないかということで上昇した後、やっぱりきついよということで下げましたけど、実際には政策調整を超えてきたので、年初来高値を更新しているフェーズ5の状況にあります。50ドル台、ようやくなんとか確立し始めたなという状況です。今年の春先から見ると大体2倍強ですか、大きく回復してきました。これ円建て相場ですけど、原油相場に関しては、ドル建てに関してもドル相場の動向、結構小さいものですから、比較的素直な連動した値段の動きになっていると思います。減産の期待で上げて、その後ちょっと難しいで下げて、やっぱりうまくいった。特に円安が実現したので、円建て相場に関してはかなり強く展開という状況です。
で、ここ1ヶ月ぐらいの値段の動きというか、原油市場の注目ポイントは、やはり OPEC 加盟国、非加盟国の政策調整の動きだろうと。これ実現するのかどうかというのを先月のセミナーで取り上げましたけど、最終的には満額回答に近い答えが出ています。11月30日、OPEC の定例総会がありましたけど、そこで1両120万バレル程度、アラウンドということを使っています。大体120万バレルぐらいの協調減産をやろうということで合意しました。その後、OPEC、非加盟国に対して、OPEC サイドから大体60万バレルぐらい減産してくれという呼びかけがありましたけど、最終的に55万6千バレル、ちょっと60万には届かなかったんですけど、それに近い数字を出したことができました。で、今回の協調減産ですけど、期間は2017年の1月から6月の6ヶ月、5月25日に次回の OPEC 定例総会予定ですので、そこで継続するかどうか、もしくは政策の修正必要かどうかを見直す。とりあえず、上期だけはなんとかしようという、そういった合意が形成されています。でこれ、OPEC の加盟国と非加盟国、合計すると、大体175万6千バレル程度。これぐらいの協調減産が実現する計算になります。ロシアとか本格的な増産減産は多分3月ぐらいになるので、スタート時点から175万6千バレル、ちょっときついと思うんですけど、最終的にはこれぐらいの規模の減産を目指す方向で、調整が進んでいる状況です。実際、サウジとか UAE、クウェートなんかは、顧客に対して1月から供給を減らすよと通知始めてますので、少なくても最初から全くやる気ないなということはないのかというふうに思います。で、この減産規模なんですけど、世界の総供給に対する比率でいうと、大体11月ベースで 1.8%、2% までいかないですけど、かなり大規模な減産が行われます。で、これで国際需給どうなるかなんですけど、これ OPEC の月報から取り出したものですけど、本来ですと、来年の1、3月期、OPEC 産原油に対する需要というのは3156万バレル。で、4、6月期で3199万バレル。ここまで減産しないと需給緊迫しない状況でした。今回の合意で OPEC の産油量3250万バレルまで上がりますので、4、6月期の国際需給均衡させようと思ったら、OPEC 非加盟国で51万バレル。51万バレルの減産やってくれれば、なんとか需給が均衡化する。合意内容は55万6千バレルですから、OPEC 非加盟国がちゃんと合意をやってくれれば、4、6月期、この辺には需給均衡化するんじゃないかという、こういった見通しになっています。先週末、ゴールドマン・サックスが最新の原油の見通しを発表したんですけど、そこでもやっぱり4、6月期はポイントだったので、従来55ドルを予想してたんですけど、WTI 減で。今57.5ドル、2.5ドル引き上げて、60までいかないけど、57.5、50ドル台後半までいけるんじゃないかという予想を出しています。で、この合意自体は成立したんで、今後の焦点は、この合意をちゃんと実行できるのか。合意したけどやらないという、そういう最悪の状況を回避できる。あと、合意して原油が上がったことに伴って、非在来型原油、例えばシェールオイルとか深海油田、オイルサンド、この辺の増産が進むのかどうか。この辺の2つがポイントになるかなというふうに思います。1月の原油相場の考え方なんですけど、シナリオとして4つご用意しました。1つが、政策調整による需給均衡期待をさらに織り込む。OPEC 加盟国、非加盟国、政策調整合意したんで、それが実行に移されて、ちゃんと需給均衡化するよという自信が強まれば、原油価格どんどん上がっていく。一方、政策調整の動き、確かにこれは信頼できるんだけど、もうちょっと実行を見極めたいなという相手は、大体現行価格ぐらいで、ちょっと様子見のパターン。でもう一つが、政策調整が実行されないパターン。合意したけど、実は全然やる気なかったよと。特にイラン、イラクあたりですと、もう最後まで結構国際合意で折れてましたので、この辺の国がちょっと変な動きを見せると、やっぱりダメじゃないかと。需給均衡化しないじゃないかという方が広がる可能性があります。もう一つのシナリオ、これ4というのを3ダッシュとした方がいいかもしれませんけど、原油価格が上がることによって、シェールオイルの増産があって、原油高にブレーキ。
もし OPEC 加盟国比がちゃんと減産をやっても、ここから増産が始まってしまうと、最終的に自給金効果が実現しない。そういった可能性も想定しておく必要があります。もし、国際需給の均衡化期待、ちゃんと強まれば、ゴールドマンサックスさっき 57.50 と言いましたけど、私も大体それぐらいまで、55から60ぐらいまでは十分出るかなというふうに思います。一方、政策調整の期待の織り込みの一服、もうちょっと様子見たいという場合ですと、大体現行価格、最近ですと大体50から55、中盤いくとちょっと過熱かなという状況です。足して50割るとちょっと割安。今のボックス相場を継続する展開になります。もう一つが、OPEC の政策調整が実行されない。いきなりどんどん増産してるよという変な声とか聞かれると、50ドルちょっと維持できないだろう。そうすると、もう一回ちょっと本気出してもらうために、40から45ドル。これぐらいまで下落して、もう一回ちょっとちゃんと考えてくれよと。政策調整やるのを迫るために原安が必要な事態になってしまうのかなと思います。シナリオ4の場合、シェールオイルの増産がブレーキ。この場合ですと、下落というよりもどちらかというと、上値圧迫要因なので、私はそんなに下げはしないのかと。コアレンジとしては、現行の50から55から若干切り下がるのかなと。上昇は難しいよという見方が広がると、この辺までコアレンジが切り下がると思います。ちなみに私は1月は多分シナリオ2だなと思っています。その根拠なんですけど、結局 OPEC が減産しているかどうかで分かるのが、最短で1月の末、おそらく2月の中旬になる予定です。1月の末になると、ブルームバーグとかロイターから、1月の OPEC の生産の推計が出てきます。でその後ですと、1月の前ですと18日に OPEC の月報、19日に IA 国際エネルギー機関の月報があります。この辺になると、OPEC 年初から動いているのかどうか、結構細かいデータが出始めますので、その辺を見て、もっと上げていくかどうか、下げた方がいいのか、上げた方がいいのか、を判断する流れになるかなと思います。その意味では、1月はこのままボックス気味の展開を続けて、大きい動きが出てくるのは2月。ロイター、ブルームバーグの生産推計、この辺が多分スタート時点になると思うんですけど、2月中旬の OPEC と IA の月報、EIA だと思いますけど、その辺を見て、もっと上行けるのか、もうちょっと一服してしまうのか、この辺を判断する流れになると思います。そうすると、1月中は、50ドル割ったらちょっと割安、55ドル超えてきたらちょっと割高、ボックスを前提とした取引がいいのかなというふうに私は思っています。でこれがメインの大きなフレームなんですけど、サブ要因としては、リビア、ナイジェリアの増産状況と、ドル相場高2つ挙げてきました。で、OPEC の協調減産なんですけど、実はちょっと漏れがありまして、リビアとナイジェリアに関しては、具体的な採用割合って行われてません。これから、これらの国って、共にちょっと生産トラブルがあったので、今、減産状況なので、少し増産してもいいよと。で、OPEC に関して、OPEC サイドから見ると、おそらくそんな増産できないだろうなということで、僕ははめてないんですけど、もしこの2カ国がどんどん増産できると、OPEC の協調減産、みんな減産したけど、難易度減らないというパターン、この辺をご注意いただきたいと思います。もう一つ、ドル相場の動向。これ、金とかと比べると、ドル相場の影響というのは、原因に対して大きくないんですけど、最近伸び悩んでいる一つの要因、やっぱりドル相場の上昇があると思いますので、金相場だけじゃなくて、原油相場においても、ドルがいつまで続く、ドル高がいつまで続くのかという、ぜひ注目してもらうと、理解が楽と思います。で、アメリカの産業に関してなんですけど、アメリカの石油でいくのかどうかです。もともと、減産合意の前からどんどん上がって増加していたんですけど、最近特に1週間に10機とか増加ペース加速してますので、この流れが続くと、いつか増産に出てくる可能性があります。EIA、アメリカのエネルギー情報局の月報なんですけど、どういう産業を推計しているかというと、2015年が日量940万バレルに対して、16年が890万バレル、今年は50万バレルの減産予想ですけど、来年どういう数字を予想しているかというと、今、80万バレル、大体今10万バレルの減産を想定しています。EIA の場合ですと、
推計だと、石油リーグ稼働数増えても、そんな増産は始まらない。今のところですと、逆に減産の継続がメインですけど、前と比べるとだいぶ産業見通し引き上げてますので、特に原油高が加速すると、この見通しが減産じゃなくて横ばい、場合によっては増産になってくる可能性があります。ちなみに EIA の今、原油価格の予想なんですけど、2017年50.66ドルを平均として想定しています。50.66ドル平均で年間ついて10万バレルの減産予想ですから、例えば平均が55ドルとか上がってくると、おそらく増産見通しになって、石油リーグ稼働数、この辺がどう動いてくるのかを、原油価格になります。ぜひ注目してもらいたいと思います。これ、リーグ稼働数こんな増えてなんで増産始まらないのなんですけど、昔から生産しているイーグルフォードとかバッケンですか、2つの地域の生産性、かなり落ちてますので、昔と比べるとリーグ稼働数増えたから、急に増産できないという状況。この辺から見てみると、原油が上がったからといって、昔の急激な増産パターンいかないと思うんですけど、これ、指標として注目している人が多いものですから、石油リーグ稼働数と原油価格のバランス、ぜひ注目してもらうと、1月の原油高のエネルギーを見る有効な指標になるかなというふうに思います。以上が原油相場の解説でしたけど、当ウェブセミナーでは、お客様からのリクエストも受け付けております。こういった銘柄、今回天然ゴムを私とやりましたけど、また天然ゴムがいいとか、もしくは穀物相場がいいとか、銀、パラジウムがいいとか、もしくはトピック、相場のテーマ、こういうテーマについてちょっと取り上げてほしいということがありましたら、メールでこちらの方にお寄せいただければ、できる限り、全部はできないかもしれませんけど、できる限り対応したいと、ぜひ遠慮なくこちらの方にご意見、感想、ご要望等ありましたらお寄せください。今日はありがとうございました。